高ジャファルコンズの千秋です。安藤です。今回は、太った理由を幸せ太りっていうやつは、デブを正当化するのに必死やんなっていう話をしていくんやけど、はいはい。そもそも幸せ太りとは何かっていうのを説明すると、名前の通りなんやけど、幸せな環境に身を置くことで食事量が増えて太ってしまう現象のことを言うんよ。要は、好きな人と付き合えたり結婚したばっかりの時に太ってしまう。幸せ太りしやすいと言われてるのよな。っていうのが一般論やな。で、その幸せ太りが起こる、きっかけとしてよく挙げられるのが、まず好きな人と交際に発展したとき、あと同性や結婚によって同じ空間で過ごす時間が増えたとき、あとストレスから解放されたとき、このストレスから解放されたときっていうのは、要は恋人を作らなあかんとか結婚せなあかんっていう、で社会通念上そういうストレスというかプレッシャーがあったときに結婚とか彼氏ができた彼女ができたで、ストレスから解放されたときっていうのを指しとるんだ。で、マイナビウーマンの調査で、幸せ太りの経験がありますかっていうのを男女88名にアンケートを取って、で、そのうち、はいと答えたのが約 33%。3人に1人ぐらいは幸せ太りの経験があると答えとんのよな。で、男性に彼女の幸せ太りはありですかなしですかって聞いたアンケートがあって、でありが 37.5%。で、なしが 62%。すごいな。自分は幸せ太った可能性もあるのに。わからんでもない。女性側に彼氏の幸せ太りはありですかなしですかって聞いたアンケートの結果は、ありが 56% で、なしが 44%。逆転しとるな。この結果を見ると、女性の方が男性の幸せ太りに対して寛容な意見なの。自分のおかげで太らしたみたいな感じもあるんかな。ご飯作ったりするのは女性が多いからな。そうそう。ある意味の愛情表現。男性からすると、女性にはやっぱいつまでも美しくいてほしいっていうのがあるんかな。太るなっていうことなんかな。の面もあるやろな。香川大学の研究で結婚前後の BMI の推移を調べとる研究の結果があるんやけど、結婚前と結婚した年、この結婚を機に BMI の推移としては上がってっとんのよな。BMI の数値が増加してるっていう結果が出とって、数字としてもちゃんと出とるんや。で、さらに、イギリスのダイエット食品会社がカップル1000組を対象に調査を実施して、で、幸せ太りの有無について、で、62% が恋人ができて太ったと答えたと。で、詳しく見ると、女性の 54% が私の方が先に太ったと回答したのに対し、男性の 28% が自分の方が先に太ったと答えとって、この結果を見ると、女性が先導していると、太ったことを。はいはい。女性が先に太って男性が後から太っていく傾向にあるみたいな。幸せ太りの原因として、よく考えられとんのが、そもそも、結婚がちょうど基礎代謝が落ちて太りやすくなる時期とも言われとって、だいたい成人を迎えた後っていうのは年齢とともに代謝が落ちていくのが普通で、18歳から29歳と比べて30から49歳っていうのは基礎代謝が約 10% ダウンすると。結婚が直接の原因というよりはタイミング的に太りやすい時期を迎えたっていう風にも言われとるし、あと結婚することで、外出の機会が減って運動の量が減って、太ったっていう説もある。はいはい。あとは、忙しさが加速したから太るっていうのもあって、仕事を続けながら結婚生活もしたり、子供ができて、忙しくなってストレスとか生活が不規則になることで間食が増えたり寝不足が続いて太ってしまうっていう話もある。なるほどね。だから今挙げた理由は別に彼女、嫁の飯が美味しいから太ったとかではなくても、普通に基礎代謝とかの原因から太ったっていう、一般の説やんな。結婚が原因じゃなくて、純粋に人として。だから幸せが原因じゃないんよ。これさ、夫婦二人っていう環境で見ると、これ、囚人のジレンマに似とんなって思っとって、ゲーム理論でさ、囚人のジレンマっていう代表的な例があるんやけど、聞いたことある。その複数の人が互いに影響し合う状況で、それぞれの人がどのような行動を取るのが合理的かっていうのを分析する理論のことなんやけど、経済学の言葉でな。例えば、二人の囚人が別々に取り調べを受け取って、互いに連絡を取ることができない状況があるとすると、でそれぞれの囚人に自白するとか黙秘するって二つの選択肢があって、で、両方が自白すると、二人ともが懲役5年になって、で、片方が自白して片方が黙秘すると、黙秘した方が懲役が10年になって、自白した方が無罪になるとかっていう。だから、で、両方が黙秘すると、二人ともが懲役2年で済むっていう。二人だけの利益で考えると、両方とも黙秘した方が一番刑期が短くなるんやけど、そればっかりは。片方が自白すると、黙秘した方が損するっていうシチュエーションがあるのよな。で、これ、答えが出とって、結果的には両方とも自白してしまうっていうのが一般的な結論なんよ。それが一番合理的っていうのあるんやけど、これが夫婦間で自白を太らないで
黙秘を太るって言い換えると、うん。選択肢が自分が太って相手が太らん場合は、相手に浮気されるやん。自分と相手が両方とも太ったら、お互いに相手を醜いと思いつつも、こいつデブいなって両方が思っとって、思いつつも、両方とも太ってしまっとるから浮気ができやんと。まあ確かに、できん。で、自分が太らずに相手が太った場合は、相手がこいつデブやなと思って、醜いなと思ったら他に乗り換えられるやん。自分は太ってないから。うん。で、自分と相手が両方太らんかったら、両方とも別に醜くはなってないから、まあ確かにな。どっちも浮気せずに円満になるっていう風に置き換えられるんよ。はいはい。で、結果的に囚人のジレンマの一般的な結論と照らし合わせると、二人とも太らんっていう選択肢を取るのが、合理的ではあるんよ。はいはい。どっちも浮気せんと、どっちもお互いに魅力的な異性やなと思って夫婦生活を送れるからな。で、そうすべきないけど、人間は合理的じゃないから、太らんっていう選択肢が取れやんよなっていう。うん、確かに。俺の持論なんやけど、ただの。確かに似とるっちゃ似とるわな。食欲に甘いからな、人は。うん、我慢できんからな。結局さ、結婚して太るって思っとる人はさ、太っても結婚しとるから相手は自分を嫌いになれやんやろっていう、嫌いにならんやろっていう、言い換えると太った自分を自分でも好きでいてくれるやろっていうパートナーへの甘えやと思うよな。結婚した時点で一旦そこ区切りはな、ついとるからな。当該の伴侶として。だからどんな自分でも見てくれるだろうっていう。盲信しとるというかな、相手を。はいはい。いわゆる性善説みたいな感じなんだ。性悪説にのっとるとさ、いつでももしかしたら相手は浮気したり他の、女とか男に乗り換えられるかもしれんっていうさ、危機意識を抱いとったらさ、太らんやん。だからやっぱ中にはさ、幸せ太りはルッキズムからの解放っていう唱えとる人もおるよな。今まで気にせん。今までやっぱモテたいとかさ、相手に好かれたいと思ってさ、努力しとったのを、例えば結婚してさ、パートナーができて、全然そんな容姿を気にせずに、もう好きなことやっても、こいつがおればいいやってなって、見てくれるだろうってなって、暴飲暴食して、自分のやりたいことをやる。ストレスに縛られずに、好きなことできるからそれは太るよねっていう意見。でも確かに、ある意味その通りやなって思うけどな、俺は。確かに本質を捉えとるよな。今まではモテるために体型をキープしとったけど、別にモテやんくても、こいつがおるから大丈夫みたいなな。そこがゴールになってしまったから。モテる必要がなくなるから。ある意味、幸せ太りは、それは太るやろうなっていうのになってもおかしくはないよな。そう考えると。太ってもいいやっていう気になるわけか。そう。どっちかって言ったらな。でもやっぱ幸せ太りさ、アピールするやつってさ、小学校からさ、大学まで、もしくは地元から、今になって北陸に住んどるんだけど、至るところでやっぱおるからさ、全国共通なんやなって思うわ。当人はさ、幸せ太りアピールをして、それこそ彼女とうまくいっとるんやなっていうのを見せつけたいかもしれんけどさ、いざ幸せ太りアピールされても反応しづらいっていうかさ、そうだなぐらいしかさ、返しができやんのよね、俺は。反応しづらい。ああ、そうなんやっていう感じやんな。うまくいっとるんやなっていうぐらいでさ、面白い返しがあればちょっと教えてほしいんやけど。いや、自己管理甘いだけでしょって言い返しちゃったらいい。バッサリ。でもそう言って微妙な距離感のやつが言ってくるときがさ、一番困るわ。正直、幸せ太りする、理由は理解できるけど、気持ちはわからんからさ、別に結婚してないし、あと別に彼女ができたからって別に太ったこともないし。そうなんよね。別に、我々、幸せ太りをな、経験してない。別にそんな劇的に太ったとかないから。いや、要はだから自己管理が甘いだけやろと思っとるけど、前さ、太る人の行動原理がよくわからんっていう話をしたと思うんやけど、それも結局結論では、ただ自分に甘いだけやろっていう。じゃあな。太るっていうのはさ、家庭があるからさ、今日いきなり起きたら5キロ太っとったってことはないから、徐々にな。徐々に太っていく中で、太ってきたなって分かったら、食べやんだらいいだけやからな。そう。止めれる時期があるからな。このままじゃやばいっていう自覚が。それ分かるはずやのに、食べ続けてしまうのが意味が分からんっていう話をしたやん。した。だからこれも一緒なんけど、幸せ太りに関しても。でも、ちょっと違うのは、付き合ったり、結婚して一緒に暮らすようになると、男女で食べる量が違うからさ、一般的には男の方がよく食うと思うんやけど、それに合わせてしまうからさ、女の人とかは。しょうがないよねっていう話やん。普通にさ、お互いの、実家とか行くとさ、飯をやっぱ多く出されるもんやん。お客さんやからな。相手方のお母さんとかに、いっぱい食べっつって。だから、しょうがない面は確かにあるっちゃあるのもわかるわ。でもそんな毎日実家におるわけじゃないから、そうじゃない時にな、空量セーブすりゃいいだけやからな。
あと、子供がおるとさ、子供が食べ残した分を食べて太ってしまうっていう話もあるよな。ああ、そうやな。それは幸せ太りとは言わんけど、かもしれんけど、多分それも一般的に幸せ太りって言うんやけど、子供が食べ残した分を捨てる勇気が必要やんな。そうやな。自分が結婚して子供がおって、相手がもったいないもったいないっつってさ、子供の食べ残した分食っとったら、絶対止めるけどな。捨てろそんなもんっていう。もしくはまあ自分が食うか、もしくは冷凍して後日食べるとか、いろんなやり方あると思うけどな。もったいないっつってさ、それで自分が太ってさ、で、病気になってな、医療費増えとったら意味ないからな。まあ確かにな。でもそういう幸せ太りに関しては、逆に俺も相手に使ってしまう時が、まああるっちゃあるよね。お前太ったなみたいな。便利な言葉として出る言葉なの。久しぶりに会ったやつとか。特にそこまでの関係性でもないけど、久しぶりに同窓会で会ったとか。はいはい。なんかお前太ったなみたいな。直接的に太ったなって言いづらいけど、幸せ太りやなっていうのは、マイルドな感じがするからな。そう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 。言われた側はじゃあ、別に嫌な気せんのかな、幸せ太りやなって。だって、逆に向こうも嫁さんの飯が美味しいからみたいな感じで、たわいもない会話が生まれるんじゃない愛想笑いのあの空間。でも大人になるとさ、やっぱさっきも言ったけど痩せにくくなるからさ、久しぶりに会って太っとってもさ、それが幸せ太りが続いとるんやなって錯覚してさ、本当にそれが太っとるんかどうかが分からんくなってくるよね。確かに。っていうか、結婚した後もさ、結婚生活に不満ばっかり言っとる人もさ、それって多分幸せじゃないけど、太ったままやん。だからそれが幸せ太りやって言うんやったらさ、結婚生活が長くなって幸せじゃなくなった時に痩せてないとおかしいやんな。まあ痩せてないおかしい。それでも痩せやんから。だから最初の話戻るけど、太った原因を幸せ太りに何でも結びつけるやつなんやというやつ。置き換えてな。太ったことを正当化したいだけっていう。でも結婚相手はな、一番近い存在やから、片方が太ると、自分の一番近い人が太っとるってなるとさ、自分の太りぐらいが気にならんくなるやん。ならん。くなるから、太っとることもそんなに恥ずかしいことじゃないというか、良くないこととは思えやんくなるかもな。感覚が鈍ってくんかもしれんよな。だから結婚相手とかパートナーっていう面で見たら、太らした方が異性のライバルも減っていいのかっていう。さすがにな、あまりにも見た目が丸々変わるぐらいはちょっとさすがにまずいけど、多少の変わるぐらいやったら、太っても、許容範囲やと思うけどな、俺は。太った相手を許容できるんやったら、相手を太らせる方が戦略的にはいいのか。そうやな、さっきの囚人のジレンマ的に言うと。ジレンマの例で言えばな。最悪自分が太らんければ乗り換えれるしな。俺はでも、どんな理由であれ相手には太ってほしくないけどな、絶対。まあなあ。見た目の問題っていうよりはやっぱ病気になるやんな、太ると。リスクはな。やし、食費もかさむし、相手のことを本当に思うからこそ太ってほしくないな。あとは、田舎とかさ、あんまり若い人がさ、少ないところにおるとさ、中年ってやっぱ太っとる人多いからさ、太った人ばっかりの環境に身を置いとったら、あんまり自分の容姿を磨こうと思えなくなるから。はいはい。だから、中年の時こそ、都会とか、都心部で若者が大勢おるところに身を置くべきじゃないかなと思うわ。競争社会に身を置いてな、自分の容姿を磨く意識を高めた方がいいんじゃないかと。飲み会とかも多いしな。とは言いつつもな、やっぱり30、40になってくると、もう、抗えやんよ。やっぱ我々こうやってさ、結構デブに厳しいチャンネルになっとるけどさ、いざ自分が太った時も何も言えんくなるからな、マジで。検証動画として残しといた方がいいよ、この動画は。説得力がゼロになるから。もしなんか、5年後、10年後俺らが太っとったら、その時は太っとることを正当化するんじゃない？正当化する動画を作っとんじゃない？出しとる可能性はあるな。別にいいやろ、みたいな。ガリガリよりは健康的やとか言って。都合のいい生き物やね、本当。注意喚起するとしたら、やっぱ彼女はさ、そう甘いもん好きな人が多いからさ、男はその点に注意せなあかんし、女側からすると、男は高カロリーなもの好きなやつが多いから、ラーメンとか揚げ物とか多いから、女はそういうところに注意せなあかんな。男のそういう高カロリーな。まともなアドバイスやな。結局自分が結婚してないから、もう太るやつの心理ようわからんけどな。確かにな。いやでも一丸して言えるのは、デブよりは痩せた人と付き合った方がいいと思うな。そうやな。なんだかんだ痩せとけばスタイルはよく見えるから。太っとるよりは絶対に自分を甘やかさずに。そう。少なくともデブよりは自分にストイックやから。幸せ太りを言い訳にせず、しっかり自己管理していった方がいいよっていうアドバイスやな。そういう感じで今日は太った理由を幸せ太りっていうやつはデブを正当化するのに必死やんなっていう話をしていました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。